皆さんこんにちは、村島アンナです。今日も動画を見に来てくださってありがとうございます。今回は鹿児島ツーリング後編ということで、鹿児島ツーリングの2日目の様子をお届けしていきます。こちらは鹿児島県の薩摩川内市にあるホテルから出発していきます。すごくバイキングが朝食のバイキングが美味しかったので、たくさん食べて出発しております。朝なので結構ドキドキしていて、やっぱり一日走った後で夜とかって結構運転に慣れてるイメージだったんですが、また朝になるとちょっと感覚を取り戻すのにドキドキしていて、すごくそろっと出発しています。さあ大丈夫でしょうか。結構このホテルがですね、大通り沿いにあったので車通りを確認しながら出発していきます。ドキドキ。はい、ちょっと怪しく見えますが無事に道路に出れました。でですね、ここフットブレーキを踏んでたんですが、結構思ったより坂になっていて、手を離してしまったらちょっと下がってびっくりしております。なんかやっぱりバイクによってもブレーキとかの感覚って違うなと思うので、だんだん成長しておりますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです。しばらく薩摩川内市の街中を走っていきます。やっぱり朝一でというか、日が昇るのと同時に出発するってすごく気持ちいいなと思いますし、なんだか道も空いてますしね、お得な気分で走っております。薩摩川内市内は結構お店も多くて住みやすそうだなと思いながら見ていました。この朝日が後ろから照らす感じ、めちゃくちゃいいなと思いながら、やっぱり海も近いですしね、すごくいい時間を過ごせたなと思います。そしてしばらく走っていきます。ここを走っていくとだんだん海沿いが見えるので、ぜひ景色にも注目して見てみてください。だんだん海が見えてきましたね。この時は道の駅アクネという道の駅を目指して走っていて、途中でいいところがあれば泊まりたいなと思いながら、なかなか泊まれずに走っていて、いいなと思ったスポットがあったので泊まってみました。クジラですかね。かわいい海洋生物の看板がありましたので一緒に撮ってみました。レブルもかっこよく撮れてるかなと思います。それではまた道の駅アクネに向かって出発していきます。休憩所とか駐車場から出るときちょっとまだ苦手でですね、しばらく車を見送ってからスタートしていきたいと思います。ここからはずっと海沿いを走るようなコースになっていて、すぐ左手を見れば海が広がるような場所だったので、すごく気持ちよく走れました。こういう風に走っていて、楽しいなって思ってたら、あっという間に道の駅アクネに着きます。無事に到着しました。少し休憩していきたいと思います。道の駅アクネはですね、実は7時台にもう到着してしまって、まだ道の駅がやっていなかったので、
外の駐車場で休みつつ記念の写真を撮りつつっていう感じで休んでおりました。道の駅阿久根に来ました。まだ朝なのでやってませんので通過して水俣に行きたいと思います。結構私もお気に入りでよくインスタとかでもシェアしたりしていたバイクとレベル 1100T と自分の写真はここの阿久根の道の駅で撮っているものです。結構この時間帯人が少なかったのでゆっくりできたのも良かったなと思います。それでは道の駅阿久根を出発していきたいと思います。また素敵な景色が見えますのでぜひ見てみてください。そして次はですね、道の駅水俣に向かっていきます。道の駅水俣に到着しそうです。この車がたくさん止まっているところが道の駅ですね。道の駅あるあるかもしれないんですが、ここ下がですねちょっとタイルみたいになってて危ないちょっとドキドキしながら行ってますね。どうやら駐輪場はあちらということで頑張って行ってます。やっぱり初めて来るところってそういうドキドキがあるなと思います。そして無事に到着です。よかったです。この時近くに行った方が道の駅から戻った時にバイクかっこいいですねって言ってくださってめちゃくちゃ嬉しかったのを覚えています。スタンプブックもバッチリスタンプをしました。道の駅水俣から近くにある海辺の公園に向かっていきたいと思います。この動画だと少しカットしてるんですが、だいたい5分ぐらいで到着するので、道の駅水俣の帰りとかに寄っていただくといいかなと思います。地図で公園があるなと思って行ってみて、その時はあんまり気がついてなかったんですが、なんとこの公園ですね、恋人の聖地だったらしくて、恋路島を望む新水公園というところでした。多分地図で見ていただくと本当に近くに見えるかなと思います。なんかこうまっすぐな道をずっと突き当たりまで行くと海が見えてきて、そして公園が緑が見えてくるようなイメージですね。この道だけでもすごい素敵だった思い出があります。さあそろそろ到着しそうですね。だんだん公園が見えてきました。結構お気に入りで車で行った時も立ち寄ったりします。なんか駐車場はなんとなくあるので、そこに停めていただければいいかなと思います。道の駅水俣の近くの公園に来ました。めちゃくちゃ綺麗です。でもすごい青空と青い海で釣りをしている方もいたりして素敵な場所です。これからまた福岡に向かって北上していきたいと思います。こんな感じです。素敵。マスク
素晴らしい景色を眺めたらこの海に見送られながら次の目的地へ出発していきたいと思います。次はですね、道の駅坂本というところを目指して走っていきます。そして途中で高速に乗ります。ちょっとドキドキはするんですが、もうレベルへの安心感があるので大丈夫でした。やっぱりですね、雄大な景色を眺めながら走るのって本当に素晴らしい体験だなと思って、不安感がないっていうのも大きいですしね、やっぱりレベルの安心感で景色を楽しめるっていうところもあるので、とても素晴らしいところに連れてきてもらえたなって思いました。そして山道を走っていきます。こちら側からだとあまりわからないんですが、道の駅坂本は水害の被害に遭われた道の駅で、この2023年時点で仮設の道の駅でした。今回も無事に坂本に到着しました。この右手の奥の方に見えるのが新しく仮設になっていた道の駅坂本ですね。駐車場がすごく広かったです。こちらですね、いろんなものが売っていました。そしてスタンプブックもスタンプがあったので押させていただきまして、素晴らしい景色、この穏やかな川が氾濫したということで驚いたんですが、その景色を見ながらゆっくり休憩させていただき、また出発していきたいと思います。帰り際もですね、まだ道がなくなってしまっているところとかもあって、本当に今の穏やかな姿からは想像がつかないような水害があったんだなというふうに感じました。この水害についての冊子が販売されていたので、その冊子を買って帰って読んだんですが、胸が締め付けられるような思いがあって、何かできることがあれば私も協力していきたいなと思う場所でした。こういった場所を訪れるのも自分の経験としてとても、身が引き締まるというか、とてもプラスだったなと思いますし、迷惑にならないようにですね、こういった場所に行って自分ができることを考えるっていうことも大事だなと思いました。バイク旅の一つのミッションみたいな感じがしています。今セブンイレブンに泊まったらちょうど555キロでしたそうなんです、セブンイレブンに寄ったら555キロでした。このレベル 1100T を新車で購入していたのでゼロからスタートしていたんですが、2回目のツーリングで500キロぐらいまで来れたということで、私の中では結構すごいなと思ったりしてしかもゾロ目で見れたのでそれも嬉しかったです。そしてレベルのエンジンをかけたら1100っていう風に出たのに気がついてなくて、なんかそれもなんか思わぬところで発見があって嬉しかったです。次は道の駅三郷蒲田の湯を目指していきます。この道の駅はですね、結構車とかでも訪れたことがあっていいなというか、山沿いにあって、しかもなんかゆったりした感じの雰囲気があって、足湯とかもあるんですよね。ちょっと今回もやらなかったんですけど、
なのでゆっくりできる場所なので好きでよく立ち寄っています。さあ無事に到着できるでしょうか。はい、三郷到着しました。少しこう山に囲まれたようなイメージのところにあって紅葉とかも楽しめそうですよね。すごく赤くて綺麗でした。こんな感じの外観になっています。そして記念写真とレブルトも一緒に撮りました。そして道の駅を後にしたんですが、実はこの時ガソリンがピンチでした。確か来たところにガソリンスタンドあったなと思ってガソリンスタンドのところまで戻っていきます。やっぱり大型だと本当にガソリンがなかなか持たないですね。特に GB がですね結構燃費が良かったのでなんか本当に気をつけなきゃと思いながらいつもドキドキして乗っています。この三郷の道の駅の T 字路を過ぎて少しだけ走っていくとガソリンスタンドが見えてきます。いや本当に道の駅の近くにあってくださってありがとうございますという感じでした。はい、という感じでガソリンスタンドにも無事に到着しました。いや良かったです。しかも店員さんもニコニコ迎えてくださいました。ありがとうございます。そしてここからは福岡に帰っていきます。やっぱり高速の安定感は本当に違いますね。なんか多分カメラを見ていただいても分かっていただけるかなと思うんですが、結構揺れとかも少ない感じがして、トラックとかが横を通っても、ちょっと風を感じるんですけど比較的ぶれないというか安心感があっていいバイクだなと思って走ってました。高速道路って結構まっすぐ止まらずにずっと走れるのっていいですよね。なんかそう考える余裕もあるような旅でしたね。そして帰りはとあるサービスエリアに寄りまして、ドキドキしながら駐輪場を見つけております。結構端っこにありましたね。そしてあるものを食べてしまいました。こちら浜名ラーメンです。まさかのですね、最後はまたこの度2回目のラーメンで締めとなりました。九州はラーメンが美味しいです。そして最後は鹿児島の桜島を見たこの景色でお別れしたいと思います。皆さん前後編見てくださってありがとうございました。鹿児島本当に素敵な場所ばかりでまた絶対に行きたいと思います。皆さんもぜひ鹿児島訪れてみてください。また違うモトブログも作りますのでぜひ見に来てください。それでは今日も動画を見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひ次の動画でお会いしましょう。